はい、どうも古庄則孝です。今日はですね、ターンステップですね。ターンステップがどうしても、上手に回れません。傾いて倒れちゃいますっていうね感じの質問が来ております。ターンステップきれいに回るようなコツを教えてくださいということで、古庄的考察、ターンステップやってみたいと思います。では行ってみましょう。はい。ターンステップですね。ターンステップはこういうステップですね。音8個。1、2、3、4、5、6、7、8。ということで正面に戻ってくるステップですね。気にされる方がいるみたいですが、こう最後の8個目の音、正面に帰ってきて、この右足が揃ってないんですけど大丈夫ですかとか、こういうふうに斜めで終わっちゃうんですけど大丈夫ですかっていうふうなね、質問がまず1個来てるんですけれども、これ大丈夫です。最初ね、盗んでこうやって最後こう寄せてくることもありますけれども、最初はこうね、順当に1、2、3、4、5、6、7、こういうふうに後ろにずれていても大丈夫だと思います。そのうちね、体のバランスとかが分かってくるようになってくると、こう深く足を入れるとこう戻ってこれるという感じになりますね。どうしてもここで終わりたいよっていう方、ね、これどういうふうに練習したらいいかっていうと、ここに戻ってきたいんで、この戻ってきたいところから逆回しをして回ってみてください。はい、でクロスしたここが回るとここに戻ってくるポイントなので、シャッフルクロスした時にシャッフルステップをしてクロスで打つポジションをそこを狙ってあげれば、判定させた時にここに戻ってこれると。こういうふうにしてポジションね、自分のシャッフルクロスのポジションをどこにつけばここのまっすぐに戻ってくるかっていうのは整えていくことができると思います。正面を向いて自分が戻したいポジションですね。戻したいポジションからかかとを軸に反転をしてクロスをしたところにシャッフルステップを下ろしていくようにします。そうするとここに戻ってこれるということですね。これが1個目。この右足ね、左ターンの時の右足がずれてしまう足、これが直したいということですね。はい、もう1個、ターンステップ最初に90度踏み込みから始まると思うんですけども、ターン終わった時にこうずれちゃうよと、位置が。これはですね、最初の1歩目がこうやって横に出るからですね。左回りの時に右足で押し出すからここを軸にして回るんで、動いた分ずれてますよということですね。で最初の教え方が90度回ってスタンプで踏み込んでくださいっていうふうに、一番最初分かりやすいように教えられると思うので、この踏み込みっていうこと自体がレベルアップしてきたら引き込みに変えてください。この軸に対して回りたいので、動きたいんではなくて引き込みたいです。はい。で、右足が軸にターンをするので、できれば軸の中に1歩目を入れてあげれると、この位置がずれずに、ずれが小さい状態で戻ってこれるということですね。なので慣れてきて、足のステップが慣れてきたら、自分のポジションを意識して引き込めるように
引き込むイメージ、こう回るので、分かるかな、こう引き込んでいく運動になるってことですね。引き込んでいく運動になっているってことですね。この一本を引き込んであげるとずれていかないですよってことで、今度逆に引き込みが強すぎてステップバックしてどんどんターンすると後ろに下がっちゃうよっていう人、これは横と同じ理由で軸に対してステップバックしちゃっているっていうことですね。なのでこれも軸から離れないようになるべく軸に近づけていくっていうことをイメージしてください。はいですね。はい、でここからがちょっとかなり深いところになっていきますが、ターンっていうものはさっきも言ったように、移動するんではなくてこの位置に戻ってくる動作になりますので、最初からこっちに動きたいわけですよ。つまり向こうに行っちゃうんじゃなくてこっちに戻っていきたいっていうことですね。なのでそのつもりで脳みそがいないとダメです。なのでステップをしたらもうこの時点でここに戻ってくるっていう運動になってないとダメです。このイメージが分かりますかね。こうターンしたらここに戻ってくるつもりでいないといけないと。これが、意識的にこう動いてこう動いてこう動いてこう動くっていうような動いていくっていう感じじゃなくて、最初からここに狙って動いていくんですね。ここに目指していくっていう、そういうイメージで動きを作ってるっていうことが意識にないと、ターンはまずきれいにターンをするというターンの動きにならないですね。その場ターンの動きにならないということです。そのイメージをまず持ちましょう。戻っていくんだってこと、ここに戻っていくんだっていうことですね。はい、でそれを、考察していきますとですね、どういうふうに動かなきゃいけないかっていうことなんですが、力を加えるタイミングと毛伸びするタイミング、平泳ぎ、皆さん水泳やりますかね。平泳ぎと一緒なんですけれども、こう貝で毛伸びする、貝で毛伸びする、はい、バレエでいうと、上からポジションがこうありますけれども、それと一緒ですね。こうね、これが上、そう、僕はバレエ大してやってないんで、うまくないですけれども、それがこの辺から動かせるようにということですね。肩甲骨からこの動きができるように、強いては背骨につながって動けるようにということなんですけれども、何を言ってるかというと、まず最初のステップ、毛伸びの状態からのスタートと思ってください。で、最初のステップが家具ポジションですね。で、シャッフルステップ、はい、でこの時に、毛伸びに帰っていく動作になります。ステップで重心チェンジするときですね。はい、ここからちょっと深い話になっていきますけれども、ターンステップ、体の軸が崩れるポイントが大きく分けて3箇所ぐらいあります。皆さんがよく崩しやすいポジションですね。それの最初の1個目がさっき言ったこの1個目、これで軸が倒れ込んでいくと。動くことによって動くイコール倒れ込むことなので、これで軸がずれてしまう。これが1個目で、2つ目はステップした後にこれがうまく引き込めて軸をキープできたとき、この次シャッフルステップ、ここですね。ここで重心が左足から右足、両足ステップに変わってターンするときに引っ張っていくんですけども、これが上半身がですね回っていって背骨を、肘が背骨のラインを越えたときに体がこっちに倒されていくように変わってしまいます。この背骨の正中線を
肘が超えた時に胸が開いていって体が倒れる方向に変わってしまうと。これを肘が超えないように、肘が背骨のラインを超えないようにこう返さないと体がずっとこう引っ張られていく運動になってしまうんですね。平泳ぎと同じように、皆さん水泳やりますかね。平泳ぎありますね。こうやって毛伸びから嗅いでいったら、ここでこうやって嗅いじゃうとバタフライになっちゃうんですね。グンってこう沈む運動に変わっちゃいますよね。これをターンは沈んでいきたくないので、ここで返してあげなきゃいけないですね。背骨を越えるときには前に返していく運動に変える。これがターンのステップ、シャッフル、ステップの踏んだときに背骨をこう越えていってしまうと倒れ込む。ここで肘を返して上に毛伸びの運動にエネルギーの使い方、ベクトルの方向をチェンジしないと体が後ろに倒されていってしまう。こういうことが起きております。またいきますね。どっちで説明しようかな。ステップから回っていくときに体を引き込みながら引っ張りますね。はい、でもこの時に後ろに肘を引っ張れば、回ろうとして後ろに肘を引っ張れば引っ張るほど体が倒れていってしまうので、シャッフルステップの時にはここを返して前側の運動に、後ろ側から前側の運動に変えてあげないと、ここの真ん中に戻ってこれないと。わかりますかね。これを意識してやってみてください。ステップからまずは引き込む。で、シャッフルクロスでステップを踏んだ時ぐらい、これはちょっと皆さんの骨盤の位置とかバランスによって多少前後ありますが、このステップ、シャッフルクロスステップの時が前後、幅がありますね。このタイミングを軸に、ちょっと自分で調整しながら、で体を前側に返す運動に変えてあげると。はい、そうですね。背筋から腹筋に、背筋から腹筋の運動に変えていくと、体が倒れ込んでいく運動をギュッと押し返して毛伸びの運動の方へ変えていけるということですね。このシャッフルステップクロスのここが軸が崩れやすいポイント。2つ目のポイントね。はい、で、ここが返せたとして、今度ギュッて返せたんだけども、これを次の崩れやすいポイントですね。ぐーっと回って返せましたと。そしたらこの次のヒールダウンですね。ここでまたこうやって後ろに倒れ込んでいくと、これまた軸がずれてしまうポイントになっております。ここも返したら今度は上にこのラインの中に収まっていく、軸のラインの中に収まっていくように上に伸びていく運動に変えないと正面に戻ってきた時には、倒れ込んでいる姿勢になってしまうということですね。まず第一ポイントが引き込むステップイン。こう引き込んでいる運動であるから、このステップは自分の軸に近づける。で、次のステップはターンの上半身ですね。上半身を後ろに引っ張る運動から肩甲骨を返してシャッフルステップのタイミング周辺で前に返す運動に上半身のバランスが変わってないといけないということですね。で、ここから返したら今度上への毛伸びに移っていっていると体が倒れ込まずにまっすぐのポジションに戻ってこれるっていうことですね。この辺を注意してやってみてください。そのバランスがこの1、2、3、4、5、6、7、8のタイミング。でだんだん慣れてくるとこの手をいちいちつけなくても
この肩甲骨、背骨、肩甲骨、ここら辺の筋肉でこう返せるようになっていくと、体が、コントロールできるようになっていくと。ね、この中でタイミングをバックからフロント、アップっていう順番で体を 3D にね、使えるようにしていくと。引き込む運動から返して伸び上がる運動へ変えていくということですね。それをこの一瞬でターンをしているということですね。はい、トレーニングとしてはこれをこう回しながらできるようにしていくと、ちょっとその筋肉がつけやすいかもしれません。はい、水面に浮いているつもりでここの水をかくことでこう回るということですね。こういうふうに水をかく、このエネルギーの方向性が理解できると、体が真ん中にある状態のまま回れるっていうことですね。はい、これが手先だけじゃなくて肩甲骨で動かせるようになっていくと、肩甲骨でスイッチができるようになっていくので、強いては背骨ですね。背骨でここのスイッチができるようになると、別に手をつけなくても回れるようになるんですね。このスイングでですね。で戻ってくる。反対側もこういうスイングで戻ってきているということですね。1回の動作の中に何回この回転を入れるかっていうのは、8ビート、4ビート、8ビート、16ビートみたいな感じでドーンとスイングがたくさん入る人もいれば、まずはゆっくりっていうこともありますね。最初はゆっくりでいいと思います。1回で1回回るっていう感じで大きく揺れて回ってこれればいいかなと思いますので、練習をしてみてください。まとめますと、最初の引き込みでステップが体のセンターへ来るようにステップイン、ステップアウトをしない、ステップインをするですね。はい、で続いてシャッフルステップの時に、これも体が後ろに背骨を越えて肘が後ろに行くんではなくて、このタイミングで返せるようにしてあげる。シャッフルステップの時にここが返ってくるね。後ろに倒れ込まないように返してあげる。はい、でヒールダウンの時に、せっかく返した体が下に落ちていかないように上に引き上げながら、アップで引き上げながら戻ってきてあげるようにすると、体のアライメントが倒れずにターンができると思います。慣れてくれば手をつけずとも、体の向きだけで修正がして、崩れないように回っていけるようになると思いますので、しっかりと練習をしてみてください。左足がうまくできない問題でも話しましたけれども、僕もそうですが、右利きの人は右足軸が弱い傾向が多いです。なので右ターンがね、うまく回れませんっていう、これもあるんですけども、これは右の軸が上手に立ててないっていうことですね。シャッフルがうまくなってない、シャッフルの振りがうまくできてないんじゃなくて、右足がシャッフルの振りとか、この片足で立つ重心を支える筋力、軸力が弱い、どっちかですね。この振りが強すぎて軸が負けちゃってるのか、そもそも軸自体の筋力が弱い、この2つですね。なので注意すべきは軸足の方ですね。軸足の方でコントロールを効かせて、今言ったように引き込む、シャッフルステップの時に倒れ込まないように返してあげる。でヒールダウンの時に後ろに落ちないように体を毛伸びの方へ持っていってあげる。これで体のね、軸のバランスをとってみてやってみてください。ゆっくりとね、まずは体のタイミングを合わせていけるようにですね、エネルギーがですね、体のベクトルが毛伸びから
平泳ぎと一緒ですね。こう背骨を超えないようにしてぐーっと嗅いであげて、で返す。でここの時に水がこう引き寄せられるのと一緒で、ここで力が当たって、この力が均等に押し込むと、こう合わさって上に逃げるしかなくなるような使い方をしてあげると、こういうふうに体が持っていかれるようになるということですね。自分の筋力とか腕力で手をこうやって回そうっていうんではなくて、これが合わさった時に合掌に入っていって、合掌の流れのまんま力のバランスを合わせて上へ流せるようにしていくんですね。だからこう合わせるつもりでいないとですね。合わせてあげる。でそれが上に逃げていくような感じ。だから力はずっとこっちに合わせているような感じで、関節が脱力していることでこう逃げていくということですね。こっちに回ってステップして、このステップの時に力が合わさって上に逃げていく感じですね。というタイミングで合わせられるようにしていくと、体の軸が開いたまんま崩れていくということがございますね。前にこう合わさる、こう引っ張っていた力がこっち側へ入っていくということね。こう入っていって、これがこう落ちちゃわないようにこう毛の身に入っていけると体が倒れなくなるということですね。その上半身と下半身のタイミングっていうのを上手に合わせてターン崩れないように、練習をしてみてください。どうでしたかね、分かりましたかね。腹斜的交差ターンでした。ありがとうございました。みんなどうやって練習してね。